これぐらいの顔の大きさにした方がしっくりこうね。これとこれやったら。これ、皆さんご存知のエイリアン型の症候群とかで、イラストうんこやと言いたいやつそんなこと言ってないやろ。ゆきこさんはミントタイプです。はい、おはごぶ、ゴブリンでもわかるイラスト添削講座の時間がやってまいりました。お絵かきゴブリンたちでもね、わかるね、イラスト添削をね、やっていきたいと思うよ。ミミミさんですね。で、ガンモやな、これ多分。これガンモやったけど、もう、こんだけ隠しちゃったらもう、ガンモいてる意味あらへんやんか。かわいそう。せめて顔見えるとこに置こうよ。ガンモ何のために似てんのって感じやから。これファーかと思ってたガンモやった。まあ、そういうことですわ。はい。はい、フレアちゃんね。はい。このフレアちゃんも、くびれってのがほら、ないのよね。ドラえもんみたいになってる。頭マッスルで覚えといた方が楽よ。ハウレス。はい。おう。質感がもう、石なのよ。で、あと、頭身高えのよ。完全キャプテン翼じゃん、これやったら。もうこんな状態よ。これ添削じゃなくないって言うかもしれないけど、これは添削です。分からせるっていう添削なんです。こんなことになってるよっていう、分からせなきゃいけない。次、ケビンさんですね。もや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 させないだ。煙みたいなもん。フラエ煙幕だみたいな。ゴブリンが煙幕使ってきたらうざいやろ。槍の煙ブラシ。煙ブラシで描いてんのかって感じだよね。嫌でしょ、そんなんやられて。まずははっきり描きましょう。次は、ジュンさん。はい。シンメトリーなのね。氷漬けにされた女の子みたいな。ちょっとずらすだけでなんか感情がこもったやろ。全部まっすぐなのね。こういう動きが欲しいわけよ、やっぱり。これふざけてるわけじゃないからな。あのさ、こうマイク持ってさ、こう顔隠すとするやん。なんか見たことないこれなんか。なんか、もうロックやん、完全。こんな感じに見えてるってことない？ヘドバンしてるやん、これ。まあ、やめた方がいいよって話。次行きます。ペコちゃん。まず、耳の位置ね。このペコちゃんを正面から見たらどうなってるかと。うさだ、ペコラペコって言って、急にこんなペコちゃん出てきたら嫌でしょ。なんかずれてるけど、みたいな。どうした耳ってなるやん。ね。ずれてカチューシャ設定だとちょっと可愛らしいな。まあ、きっちり耳の位置は測って書いてくださいと。はい、次。これすっごい簡単な話だね。なんでこれ飛び上がってるように見えないかっていうと、ここに足ぶつけてるようなもんなのよ。あいたって。ここちょっと隙間つけとくだけで、これだけで動きやすくなったと思うね。これだけでいいのよ。はい、次。背景いい感じやね。このなんとも言えへんケンタッキーの人が面白いな。血吐いてんのか、ハゲてんのか、ハゲてないんかもちょっとよくわからん。この、うまい具合のこのぼかし方はすごいいい。次だ、あれ。ほぼほぼさんのおかゆちゃんは、こんな感じで書くのがいいかな。デュワーってこう、こういう風に書きましょうねと。うん。おにぎりとかを発射するとかな。こうやって遊べるから、まあやってみてくださいっていう。じゃあ次行きましょう。はい、次。はい、スイちゃんですね。ここの髪の毛というか、ほら、なんか、頭ここ、ハゲちゃってるじゃんみたいな。もうそれだったらこれ、髪の毛のこの辺付け根になってるんじゃないみたいな。それともこっちの方が、この、反り込み水星の方がかっこいいやん、こっちの方が。そういうことなのよ。はい。ちょっとメモっとこうかな。反り込み水星。はい。では次行きまーす。ヘゴさん。へい。スバルちゃんね。白で飛ばしすぎて、虫食いみたいな状態に見えてんのよ。スバルちゃん食われてんじゃんね。シルエットをなくすような光の入れ方は二度としないでください。はい。私は自分の手で虫食いのスバルちゃんを描いてしまったのがあって、そんな状態になってしまってるから、そんなひどいこと言わんでええやないかって言って、ひどいことしてんのどっちやねんって話だからね。だからよく、辛辣なこと言われた、厳しいこと言われたって、誰がその絵描いてんって話やん。お前がそんなひどいことしたんやろがいいっていうね。そういう話。はい。次、真っ白さんです。僕がこういうイラストを描くんだった場合やけど、もっとこの、べちゃってこう、潰れて重なってみたいな部分を作ってほしいね、こうやって。こういう部分がいっぱい欲しいですねって思いました。丸。なんかエロい。これでエロいとか考えてるやつの、多分こんなゴブリンだよな。はい。じゃあ次行きましょう。はい。メブさんね。この前に突き出してるのにエフェクト被ってるせいで、もうぐちゃごちゃなってんのよ。だからここぶっ潰れてんのよね。よく僕が言うやつやねんけど、こう、俺と共にこう来てくれみたいな手をしてるわけやん、こうやってさ。俺と共に歩んでくれって言ってんのに、ちょっと通りますよって言って、って来てるわけよ、こうやって。こういう状態なのね。いやーって飛んでくるわけよね。そう。こんな状態にしちゃいけないね。ね。邪魔なわけよね。こういうのは極力入れない。一番手前なのは手前なのね。はい。じゃあ次行きましょう。まあ一見ね、可愛らしいんやけども、まずこちらのイラストなんですけども、胸の付き方がものすごく上についてて、今日はまだ優しいですねって普段と変わらんくないか？俺が優しくないと思う時って何言ってる？逆に何言ってる？優しくないなーって思ってる時。絶対思いつかへんと思うけどな。言ってないもん。
何これもう一回やったら二度と添削せんぞって言った時は泣きましたって。それはあれでしょ。目線か、多分何回も言われてんのにまた目線でやってくるから、もうこれやってきたら一生やらねえぞって言ったのは覚えてるけど、もうね、意味のない目を描くんだったら二度と添削せえへん。何回も意味のないね、目を描いてくる子はね、俺は添削せえへん。俺はほんまイラストは目が一番大事やと思ってるから。どんだけ頑張ろうが、もう、目っていうのは、見てもらうためのピックやと思ってるし、もう、テストの名前やと思ってる俺は。この、ダスカの目がさ、急に、ごめんな、ちょっと絵を汚すような真似してごめんやけど、こうなっててみーや。誰も見いひんでしょ、もう。どんだけ体がうまかろうが、もうこの目やったら誰も見いひんやろ、もう。そういう話よ。他のとこなんか基本的にどうでもいいね。顔さえかね。基本的にね、キャラクターイラストなんでね、顔さえ良ければいいね。顔さえ良ければ。顔さえ良ければね、今度大丈夫なの。うちの塾は顔が命なんです。うちの塾は顔が命なのに、顔を変に描いてきたら二度と添削せえへんぞって、それは言いたくもなりますわよ。次。見せてくん。はい。うまいんだけど、目かな。目がちょっと下向いてっかな。毎回恒例の目線ネトリ。そういえばね、目線のことでね、こいつ人間性疑うわ、みたいなことね、ちょっと言われたんよな。俺がよく言うやつでさ、目線を合わせるときにさ、これをやったらバチッと目合うところがあるから、こうやってぐるぐるぐるって動かしてたら、目線がバチッと合うところがあるから、これをやってほしいみたいなことをすごい言ってると思うんだけど、これただのテクニックやのにさ、なんか、人様の絵をもてあそんでるって言われたよな。らしいわ、ほんまこの意見。手遊んでる？添削頼まれて添削やってんのに、もてあそんでるって言われるんやで。なんマジで。テクニックを教えてんのに、俺もてあそんでるって言われたから、どんだけ俺の悪い噂をつけたいのか、マジで。ほんと、すぐ疑われるか。ってまあいいや。まあいいや。もうほんとねって思うわ。この白目の部分がすごい偏ってるから、こっちに見えるよねっていうお話。この白目のバランスをね、うまく使ってください。はい、以上。俺はいつになったら人間性疑われんのやなるな。はい。じゃあ次行きましょうか。デフォルメにしてもちょっと後ろ怖いな。もうちょっと優しい顔にしとこうか。ちょっと怖いからね。優しい顔にしとくね。早くしとこう。じゃあ次行きましょう。次、はい、坂又。この坂又ちゃんね、もう今パッと見てこうなってんだわ。もう、レゴ。何やねんレゴって思ってるかもしれない。こんな感じ。頑張ってください。はい。じゃあ次。ましろさんはこうふわふわタイプでね、毎回来てるわけじゃねんけども。かげ先生が一番描かなさそうな、可愛いイラストですね。なんだと？俺も可愛いの描けるもん。可愛いの描けるもん。俺もこんなん描くもん。俺も描くもん。別に描けないわけじゃないんだもん。描かないだけ。そういうことです。はい。じゃあ次行きましょう。ケビンさんですね。はいしょ。はい。こけそう。はい、次。はい。これは頭でっかち症候群になってるな。よいしょーっと。これぐらいじゃないかな。で、それで、これを見たら、どう思う？めっちゃ大きく見えると思うねやんか。これ病名やと思ってる。俺もなってたし、病名つけるんだったら、頭でっかち症候群、顎尖り症候群、側面伸び伸び症候群。利き手側伸び伸び症候群。こうやって、なんか、顔がめっちゃこっち側に伸びていく症候群。こういう感じ。こういう絵見たことあるやろみんな。で、頭頂部伸び伸びもあんねんけど、もう一つなんか、後頭部伸び伸び症候群。なんか後頭部だけやけに伸びていくって症候群。こんな感じ。こういう感じ症候群。とかもある。なんか伸び伸び症候群はね、いっぱいある。みんなね、最初の当たりをね、よく考えててね、と。はい。メンバーになったら、そうだね、メンバーシップの人になったらね、添削してますよ、と。はい。じゃあ次行きますね。じゃあ次、ミャーフさんね。はい。まず、みんなね、目の横にね、もう板を貼り付けた方がいい。板、バーンってもう、ここが苦手なんだったらもう髪の毛で隠しゃいい。めちゃくちゃ伸びてるやん、ここ。ビョーって。これ今どんな顔になってるのかっていうのを立体的に表すと、オーバーだけどこんな感じになってるわけよ。そうはならんやろって思ってるかもしれないけど、なっとるやろがいいってな。伸びてるやん、これ、ほら。これ、皆さんご存知の、エイリアン型の症候群にかかってます。もしくはフリーザですね。頭を上げたら、頭頂部は見えない。基本的には。ちょっとは見えるよ。この辺りはね。頭頂部が見えたらおかしいね。鼻が上がってんねんから。ね。鼻がピーンって上がってるでしょこれ。鼻がピーンと上がってんのに、頭頂部が見えてるってなったら、それはもう化け物なのね。エイリアンになっちゃってんだよ。二度としないでくださいね。はい。エイリアンは描いちゃいけませんと。はい。じゃあ次行きましょう。これは誰なんだろうね。
これが誰だか分かるようにしてほしかったなーってちょっと思うな。トイレで添削そんなに響いてる？なんで響くんやろ。転生はトイレです。はい。トイレみたいなもんやろ。こんないっぱいイラスト送られてきてさ、ちょっとどうしようもないんですけどっていうイラストなんで直してくださいってみたいな。こんなもん吐きだめみたいなところやない。イラスト添削なんて吐きだめみたいなもん。良くないから良くしてくれっていうところやから。まあこんな感じかな。イラストうんこやと言いてないか。そんなこと言ってないやろ。そんなこと思うのが悪いね。ほんと。生駒さんの本性が知れたな。ゴブリン添削で来てるイラストをそういうもんやと思ってるんだ。嫌なやつ。てかみんなイラスト良かったら、いいねやリツイートするやろ。全然良くないからせえへん。はい。じゃあ次こちらの神団長かな。はい。これ初心者にやりがちやねんけど、この首元の布がさ、まるでシールかのようにペタって貼り付いてるやん。こんなことにはならんよ。布やろ。で、これぐらいの顔の大きさにした方がしっくりこうへん？これとこれやったらほら、しっくりく。こういうことなんですわ。キャラに似せるってのは顔だけじゃなくて、体とかの大きさにもね、全部繋がってくるのよ。だから、一番最初に、こういった頭身をしっかり覚えろっていうのは、こういう話なの。だから僕は確認したからわかるわけよ。まあだからこういうとこで言うわけよ。俺のが、神団長好きなんじゃないってね。好きなキャラの顔の大きさも把握できてないなんて。あれとよく言えたもんだよね。っていうことになるわけですわ。はい。じゃあ次行きましょう。はい。先生、なんでこんなすごい検索500円でやってるんですか？やってんねやろ。あれ来獣さんいいんじゃないって言いたかったんやけど、そうだな。ちょっと水たまりにいてるにしては、ちょっと深くなりすぎてるようなところも、ちょっと見受けられるなーっていう気はすんのよな。考えてみてほしいねんけど、ここまで深く沈むかなっていうね、レベルなんだよな。これ取っただけでちょっと、だいぶ軽くなったやろ。で、角。なんか方向違うくないって思え。この角ね。まずね、角はね、2択で分けた方がいい。この影の付け方とかを左右でちょっとずらすとかじゃなくて、まず、パッキリ一緒にするみたいな。こうする。揃ったように見える。で、この後に書き込むって感じ。で、今これちょっと脇開いてる状態になってっから、脇開いてる状態だったらこっからパンチ出される可能性があるから、脇は引き締めといた方が弱々しく感じるかな。ジャブの体勢取ってるから。あと脇も閉じてたら胸当たってセクシーポイントも生まれるしね。沈み込みがかけるようになる。重要。で、こんなもんかな。じゃあ元と比べてみましょう。元がこうですか？こうですね。まあ、沈んでる感もなくなったし、腕の収まりも良くなったんじゃないですかね。はい。今日の最後です。タッツくんですね。真正面顔やな。腕がちょっと見えてたりすると、また変わってくるわけ。例えばこの、本当の意味で手を加えると、この表情だけだったら、しょうもない絵になっちゃうから、片目はウインクするとかになってくると、全然またイラストが変わってくるだけ。で、まだまだ証明写真っぽいなーってなってくると思うんけど、こういう時に次足さんなあかんのが、次髪の毛とかを暴れさせてみる。じゃあなんかほら、ここまで来るともう風になんか煽られてる人になるやん。風きっついねーみたいな感じになるやん。めっちゃ強風で草みたいな。バサバサバサいっぱい飛んでる、引っかかってるみたいな。でもこれよりは面白いよね。やっぱり。やりすぎかもしれんけど、髪の毛にだけちょっとだけ動き加えるとか、服に動きをね、加えるとかするだけで、ただの立ち絵が魅力的な絵になるので、そういうわけでございます。はい。じゃあ今日はこの辺で終わりますかね。お疲れた疲れた。高木先生は毎日チョコレートをお尻に塗って何かしているという書き込みを見たのですが、実際何のつもりでやってるんですか？ブリチャンネル見ちゃったか。知られたからにゃ、やるしかないか。そう、白状します。私はドーピングをしてました。チョコレートをお尻に塗ることによって、アイデアがズバズバと浮かんでくるのです。私が3時間でイラストを描けたのも、お尻にチョコレートを塗ってたからです。ちなみに今も塗っております。バレてしまったから言いますが、実は配信者の皆さんは、喋りながら絵を描いてる絵描きさんは、すべてお尻にチョコレートを塗ってるんです。本当です。ノラくんも塗ってます。きっと塗りたくってます。デルタヤちゃんも塗りたくってます。グチコさんはミントタイプです。実はこれはもう15年ほど前から始められてるんです。みんなそうなんです。